こんにちは、かなです。今日は N 用の漢字9個やります。では早速始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。8画で服と読みます。これ一つで服。服は着るもののことを服と言います。例えば、制服。学校に着ていくユニフォームだったり、会社で決まったユニフォームのことを制服と言います。同じ読み方で、こちらも制服と読みます。こっちは世界を征服するとか、宇宙を征服する、自分の思い通りにすることを征服と言います。あと、エベレストを征服する、何かに成功することを征服するとも言います。その他には、一服。一服は、休憩することを一服と言います。一休みしようという時に、一服しようと言います。その他には、和服。和服は着物のことを和服と言います。では次。1、2、3、4、5、6。六画で言うとかう、あると言います。これにるをつけてある。あるは物があるとか存在すること。存在している状態をあると言います。その他には有名。有と読みます。有名。有名は名前が社会に知られていること。その他には有力。有力。有力は力があることを有力と言います。誰かを動かす力があるとか、何か特別な力があるなど、力持ちの力ではなくて、他の人に与える影響力などがあることを有力と言います。その他には、所有。持っていることを所有と言います。私はこのペンを所有しています。私が持っているペン。持っていることを所有していると言います。その他には、有無は有無と読みます。有無はあるかないかのことを有無と言います。では次。1、2、3、4。4画でふとかぶと読みます。不安。不安はこうかな、ああかなと悩んでいる状態を不安と言います。その他には、不吉。不吉は良くない予感のことを不吉と言います。その他には、
これは不足。不足は足りていないこと。いっぱいいっぱいよりちょっと少なくなっていることを不足と言います。その他には、不用心、不と言います。こっちは不。不用心は戸締まりをしないで出かけたり、簡単に誰かに騙されたり、あまり危機感のないことを不用心と言います。では次。1、2、3、4、5、6。六角で同とか同じと読みます。これに字をつけて、同じ。このペンとこのペンは同じ種類のペンです。同じメーカーのペンです。例えば、同い年。同い年。同い年と読みます。同じ年齢のことを同い年。若い人の言葉では、ためと言われます。同い年のことをため。ためだね。年を取ったら言いません。その他には、同時。同と呼びます。同時は同じ瞬間、同じ時に何かが起こるとか、あなたの家と私の家で同時に出発しましょうとか、この花火とこの花火を同時に上げましょう。同じ時間、同じ瞬間のことを同時と言います。その他には、共同、共同。共同は一緒に何かをすることを共同と言います。何人かで一つの作品を作ったりすることを共同で作品を作ると言います。では次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11画で強とか5、強いと読みます。これに、いをつけて、強い。例えば、力強い。ここは図になります。力強いは、頼りになる人のことを力強いと言います。その他には、実際に力があって、頼りになることを力強いと言います。その他には、強行と読みます。強行。強行は無理に行ったり、無理に進めること、強行と言います。その他には、強情。強と言います。強情は自分の考えを曲げないことを強情と言います。その他には、勉強。どう勉強です。勉強するの勉強です。では次。
1、2、3、4、5、6、7、8、9。9画で10とか超、重い、重ねると読みます。これにいをつけると、重い。ねるをつけると、重ねるになります。これで一重。一重は一枚のことを言います。例えば、着物。これは二重です。裏と表、2枚でできています。これが1枚の着物もあります。裏のないもの。それを一重と言います。その他には、10代は10。10と言います。10代は大切な物事のことを10代と言います。その他には重力。これも10と言います。重力は上から押す力のことを重力。その他には貴重。貴重と言います。貴重は大切なものとか珍しいものなどの時に使います。貴重品とかは自分の大切なもの。あとはなかなか手に入らないものを貴重と言います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12画で開とか開く、開けると読みます。これにくをつけて、開く、開く、ドアが開くとかの開く。その他には、これは開ける、と読みます。あとは、開会。開会は、会を開くことを開会と言います。その他には、解放。解放。解放は開け放つことを解放と言います。何かに縛られているものを解き放つことを解放と言います。では次。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9画で、じとか持つと読みます。これに、つをつけると、持つ。荷物を持つとかの持つ。その他には、持ち主。持ち主と言います。持ち主は、物の所有者、誰が持っているのか、持っている人のことを持ち主と言います。このペンを持っている人、このペンの持ち主は私です。その他には、持続。持続は長い間続けること。一瞬で終わるんではなくて、長い間続けることを持続すると言います。その他には、
持病。自分が持っている病気のことを持病と言います。では次。1、2、3、4、5、6、7。7画で咲く、作ると読みます。これに、るをつけて作る。作るは何か生み出すことを作ると言います。その他には、作者。何かの作品、文章とか絵を作った人を作者と言います。その他には、作文。作文。作文は文を作ることを言います。その他には、作業。作業は何かを作るときにやる。作るまでの間の工程を作業。その他には、作法というのがあります。作法。作法は、それを作るために必要な方法を作法と言います。例えば、お花を生ける。華道。華道は、華道をするための基本的な方法があります。それを作法と言います。たくさん覚える字があって大変ですが、どんな使い方があるのかというのを一緒に覚えてください。今日はここまで。またね。